こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ10の仕事道具店です。今日は今年購入した文房具の中でヘビロテしているベストバイな文房具紹介していきます。まずはこちら、フライングタイガーで購入した予定表ボード990円です。ちょっとね、リアルな今週の予定が書き込んであって字もすごいことになっていてすんごい恥ずかしいんですけど、まあこれがね、リアルということで、はい。ベストバイ選出理由としては、とにかくね、抜け漏れが減ったこと。今年になって実店舗の営業を本格化したはいいけど、今日の営業時間何時から何時だっけとか、確認した時にはもうギリギリで、やばいあと1時間でお店開けないととかね、あと区役所行かないといけない用事あったけど、いつまでに行けばよかったんだっけとか、あと極めつけは9月から通い始めたね、英会話、何曜日の何時からだっけとかっていうのが、もうとにかくね、頭からこうすぐ抜け落ちちゃって、大事故一歩手前っていう状況でした。もともとね、用事はスマホのカレンダーアプリに登録していたんですけど、スマホをね、確認するのがめんどくさくて、この状況にね、陥っていました。このありさまなのでね、手帳だと開くのがめんどくさくて書き込まない、確認しないというもっとひどい状況になりそうだし、マンスリーのカレンダーはね、ちょっとなんか場所を取るなぁと思っていた時にフライングタイガーでこのアイテムを見つけて購入しました。すごくいいです。リビングにね、飾ってあるんですけど、デザインがいい感じなので、おしゃれな感じでね、全然悪目立ちしないし、ご飯食べながらパッと見るだけで、今日とか明日の予定がね、すぐにわかる。おかげで何か忘れてるかもとか、覚えておかないとっていうね、煩わしさとか不安感からね、解放されました。使い方は予定が入ったら今まで通りとりあえずスマホアプリにね、登録して、毎週日曜日の夜に次週の分を書き換えて使っています。ただちょっと問題なのが付属のペンについてる消すためのスポンジ使うとカスがね下に落ちて汚れちゃうのでウェットティッシュでバーッと消してウェットティッシュで拭き上げるっていうのが一番早くて汚れ問題も解決。予定をね確認するのすらめんどくさいよっていう方にはもうめちゃめちゃおすすめのズボラアイテムです。二つ目は同じくフライングタイガーからトゥードゥメモ220円です。動画がね、ホラーかなってくらい暗いんですけど、ちょっとね、カメラを変えたらこうなってしまいました。次回からね、ちょっと気をつけます。で、過去の紹介動画からね、ちょっとおすすめポイントを語らせてください。まずね、ベストバイポイントとしては、大容量かつ安いっていうところで、1枚あたり2円です。トゥードゥリストなんてね、じゃんじゃんかけてなんぼですから、気軽にね、かけるのはいいですよね。で、私の使い方も紹介していきます。まずね、パソコンの前に座ったら、今日やりきろうと思っている作業をトゥードゥリスト、このメモ帳に書き出していきます。書き込んだトゥードゥリスト見ながらタスクをこなしつつ、パソコン作業中にね、思いついたトゥードゥもどんどん書き足していきます。こうすることで、パソコンの前に座ったはいいけど何からやろうかな、気になってたお店でも調べようみたいな、本当はね、今日やらなきゃいけないことを、差し置いてね、やっちゃう、全然違うことやっちゃう非効率さっていうのをね、まず回避ができます。で、あと作業中に他のことが気になって中断しては他のことに手を出し、すべてがね、中途半端になる事態もこれのおかげで防げています。もっと小さいメモ帳で、思いついたトゥードゥをメモするために常にね、持ち歩いては、いるんですけども、パソコン作業中は特にね、こういう思いつきみたいなのが多くなるので、じゃんじゃん使ってもね、罪悪感ないメモが気に入っています。ということで次は先ほど話題に上がっていた常に持ち歩いているトゥードゥメモ第5のすぐログ660円です。もともと文具女子博で猫が可愛いなっていう理由で購入しました。今となっては出会えて本当に良かったなという感じのアイテムです。すでにこの動画に映っているものはね、全ページ使い終わって、今別のね、持ち歩き用のメモ帳を使ってるんですけど、それももう使い終わるのと、あとたまたま友人がこの前の横浜の文具女子博に行くということで、気になっていた文具女子博のね限定柄をゲットしてもらいました。なんで文具女子博にこだわっているかと言いますと、通常版はこの商品の表紙がね無地なんですよね。ちょっとね味気ないというか、持っていてもそんなにテンションが上がる感じがしないというか。というのもあって、文具女子博で販売される限定柄を狙ってたというわけです。
そして私の使い方なんですけど、寝る前か朝起きてすぐに To Do を書き出します。やることがね、パンパンになってきて、心がそわそわする時とかは寝る前に書き出すと安心してすっきり寝られます。で、そこまで切羽詰まってるわけではない時は、朝書き出すことで後回しにしていたタスクなどを今日やろうっていうね、覚悟とやる気が出てきますので、気分によって使い分けてください。この使い方を始めてからは後回しにしていたけど、そもそも後回しにする必要がないようなタスクをどんどんね、こなせるようになりました。どういうことかというと、例えばいつかやりたいと思っていた棚の片付け、ベランダの充実化、パソコン作業の効率を上げる、ちょっとした設定周りとかね、そういうのを To Do が少ない日になんかやりたいことあったっけなって考えて書き込んで、後回しにせずにね、その場で実行できるようになりました。あとはさっきのフライングタイガーのメモ同様に、思いついたことは一旦ここにメモっておいて、まずは目の前のことに集中してね取り込むっていうのができるので、一個一個のねタスクの効率が上がったと思います。精度も上がっていると思います。今後もね文具女子博で限定柄を狙いつつストックしていくと思います。4つ目はゼブラからブレンファインドメカニズムというペンです。こちらはね、現在当店では取り扱いはありません。ただね、ブレンシリーズは人気なので取り扱っている文房具屋さんが多いと思うので、近くのところ行ってみてください。もともと会社員時代に参加したセミナーかなんかで配られた企業ロゴのブレンをね、使ったのが出会いです。特に思い入れもないね、企業のだったんですけど、のロゴを見ながら使っていて、今年ね、ファインドメカニズムのデザインに出会って一目惚れしました。いくつになってもね、透明とかクリアとかに惹かれちゃうのってね、平成初期生まれだからですかね。コンセプトは名前にもなってるブレないストレスフリーな書き心地。気候にもね、こだわっていて振動を抑制しているらしいです。ただね、個人的にはインクが好き。使われているインクは独自開発のエマルジョンインクというものが使われています。ゲルインキのようにね、インクがたくさん出るから滑らかに書けるとかっていうわけではなくて、油性ボールペンのように必要最低限のインクが出てくるんですけど、なぜかね、滑らか。デザインよし、書き心地よし、そして使い心地もよしとね、最高のボールペンに出会ってしまいました。しかもこれ1本200円以下というね、すごすぎて本当にみんなに広めたい一品です。次はニトムズから4ファンクションズペンという多機能ボールペンです。文房具がね、もともと好きで文房具屋始めたんですけど、多機能ボールペンという言い方をね、ここ最近知りました。3色ボールペンにシャーペンがついて1本にまとまったものを多分指しているようです。皆さんご存知でしたが、一般常識なんですかね。なんかもしめっちゃ恥ずかしい質問してたら嫌だな。で、話戻りまして、こちらのアイテムは当店でも取り扱っていますが、メーカー欠品でね、2月頃まで再入荷なしです。実店舗ではね、いくつか在庫あるので、機会がある方はぜひ見に来てください。で、過去動画でもね、紹介しましたが、気に入ってるポイントは書き心地。ブレンにね、少し似てるかなと思います。ペン先が滑らず安定感がありつつ、なのになぜかね、滑らか。最近はね、ミニパックとかにこれ1本だけ入れて外出しています。そして私のね、ベストバイに選ぶには確実にね、デザインも重要なポイントになってきます。この無駄のないね、デコボコもなくシンプルなデザイン、すごく好きです。なかなかね、大きな文房具屋さんとかでもこのペンって見かけること少ないかなと思う商品なので、もしね、見つけたら絶対買いのアイテムですよ。次は当店の動画でもよく出てくる万年筆壁子コレクションのスムースセージ EF4400 円です。万年筆ってね、高そうとかお手入れ大変そう、使うの難しそうと思って今まで特に触れてこなかったんですけど、文房具屋を運営し始めるとやっぱりね、万年筆は避けて通れない定番の筆記具として、知っておくべきだなと思って今年のね、春からデビュー。動画でね、皆さんに相談した時に初心者におすすめと情報をもらったフォンテというものでデビューしました。で、たまたま買った2本目で EF という細字タイプの万年筆と出会って、これだってなってハマり始めて、細字の展開がある壁子のコレクションっていうね、期間限定で生産されるものに出会いました。毎年ね、カラーが変わるので、私がゲットしたこのスムースセージはね、2022年の限定色。なので、いつまでね、販売があるのかわからないの
ので、欲しい方いたらね、ご注意ください。で、ベストバイポイントとしては、書き心地は、もちろんなんですが、もっと良かったのは、これ1本買えばすぐに使い始められるっていう気軽さ。万年筆を使い始めた当初はカートリッジとかコンバーターとか何を揃えたら使い始められるのかよくわからないなぁと難しいイメージがありました。で、これは最初からね、中にサービスカートリッジが入っていて、このペン本体1本買うだけですぐに使い始められるのが良かった。万年筆気になるなーって方いたらこれが一押しです。次は黒地定規マスキングテープカモイから132円です。私はね、よく使うノートとか手帳の表紙の裏側、あと作業用デスクにね、貼り付けて使っています。仕事上ね、これ何センチくらいかなとか、逆に3センチってどのくらいだっけとかっていうのがたびたびね、発生するんですけど、そのためにね、定規をね、探しに行くのもめんどいなと思ってた時に見つけた便利なマステ。めっちゃね、使っているので、ボロボロになるのも早いんですけど、マステなのですぐにね、貼り替えられるのも気に入っています。ベストバイ残り2つはパッドタイプのアイテムです。1つ目はニトムズから A4 シートパッドチャート&プロジェクト用1210円。昔から悩んだら結構横長のね、大きな紙に書き出すタイプで、今まではね、無印良品の落書き帳を使っていたり、今もね、持ち歩きするときはマークスっていうところから出てるエディットのアイデア用ノートというものを使っています。いろいろね、使ってきた中でダントツ気に入っているのが、このニトムズのね、A4 パッドです。まずはね、サイズ感。こちら A4 サイズっていうのは一般的なね、コピー用紙をイメージしていただければいいかなと思います。書き込んだ後に保管したい時も A4 サイズ対応のファイルはたくさんあるので困りません。でも気に入っているのはサイズだけじゃないんです。一番のベストバイポイントは何といっても書き心地。触った感じはつるっとしたね、上質紙で、鉛筆とかだと書きにくいのかなと第一印象を抱きました。実際に同じメーカーで先ほど紹介した4ファンクションズペンっていうので、書き込んでみると滑らかでスルスル。摩擦をね、感じずどんどん書けます。すごい。私はそもそもノートパッド使うときは頭の中のすべてを紙にね書き出す勢いで書いていて、ペン先が引っかかったりとかインクが伸びちゃったりとか、そもそも紙がくしゃっとなるだけでも気が散るので、このつるっとした紙がね本当に良かったです。つるっとした紙、インクのりがね悪そうとか鉛筆と相性が悪そうとかっていうね変な思い込みがもともとあったんですけど、もう全然そんなことなかったです。本当にね、これはね、出会えたおかげで考えることが楽しくて、同じことでね、もしぐるぐる悩んでいる方いたら、この紙に書き出すことを強くお勧めします。最後はクノープワークスのプランナーパッドマンスリーの横タイプです。今年の後半、夏頃ぐらいから30日チャレンジっていうのをね、ちょっと始めてみました。名前はね、30日チャレンジっていう名前を勝手に命名したんですけど、誰もがね、思いつきそうなアイディアなので、すでに違う名称でね、一般的な方法として確立されているかもしれないです。で、内容なんですけど、1ヶ月間頑張るチャレンジテーマを決めて、1日1個ずつタスクをこなすというもの。で、塵も積もれば山となるですね。1日数分だけテーマに沿って頑張れば、1ヶ月で結構な成果を得られます。このマンスリーパッドで毎月末に次月のチャレンジテーマと30日分の頑張ることを1日1個ずつ埋めて壁に貼っていました。すでにやるべきことが決まっていると意外とね毎日頑張れるし、できた日に花丸をつけて月末に眺めると、自分との約束守れたってね、自分のことが好きになるし自信が持てました。このパッドは書き込んだ文字が見やすいシンプルなデザインなのとサイズ感がねちょうどいいのが気に入っています。あとは実店舗のね、営業カレンダーとしてこんな感じで使ってみたりとか、イベント盛りだくさんの月には普通にマンスリーのスケジュール帳として活躍してくれています。はい、私のベスト10いかがだったでしょうか。もう結構ね、動画で登場してるものばかりで、もう見飽きたよっていう方もいるかなと思って、どんな風に使ってますよっていうのにちょっとフォーカスして、動画をね、作ってみました。ただ私の性格上やっぱ気に入ったものを長く使いがちで、なかなか新しいものがね入り込んでくる余地がなくて、
最新のものを紹介っていうのがなかなかできてなくてすごく心苦しいんですが、紹介してるやつはね、もうどれも自信を持ってぜひ使ってみてくださいって言えるものになっています。そして動画でね、今実店舗のクローズしてる時の様子を映してますが、このお店もね、年明け春頃には閉店となりますので、もし福岡に来られる方いたらぜひね、遊びに来てください。最後までご覧いただきありがとうございます。年末に伊藤家の食卓っていうテレビ番組復活するって聞いてすごくワクワクしてます。面白い裏技知れるといいな。またね。